はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。ついに今週末と迫りました TWICE のコンサート。皆さん、準備は順調ですか？私はこの動画を編集し終わった後、荷造りして子作りしようと思ってます。ちなみに私がこれまでに今回のコンサートで費やしたお金をお伝えしますと、まずチケット代に12,500円。高い。次に今回のチケットはチケットボードというサイトでのスマホチケットを採用していて、そのシステム代に880円。高くね？次に新千歳空港から羽田空港までの飛行機代に往復で25,520円。次に東京で宿泊するホテル代に2泊で11,520円。カプセルホテルではなくビジネスホテルです。TWICE のコンサートは私にとってはビジネスなのでビジネスホテルです。で、私睡眠にはちょっとこだわりがあって、安く済ませようと漫画喫茶やカプセルホテルでは寝られない体質です。要は他人の存在があると寝られません。だからもしカプセルホテルとかで純粋な昔ながらのカプセルホテルで隣の個室でいびきかかれた日にはもう寝れません。しかもそういういびきをかくやつに限って寝つくのが早いんですよ。そう思いませんか？だから私は宿泊施設は安くても完全に仕切られた空間にしています。ビジネスホテルでも耳栓は必須ですけどね。そして最後にファンクラブの会費。今の時代汚いから通常の年会費を払う会員と月会費を払うモバイル会員の2つが存在するんですよ。TWICE の場合、年会員の方の年会費は6,160円。うち入会金が800円。一方のモバイル会員は月440円。昨年12月に年会員とモバイル会員の両方に入会してダブル会員に私はなりました。モバイルの方はこれまでに12月から4月まで5ヶ月間で2,200円支払いました。じゃあ年会員とモバイル会員の違いは何かと聞かれたらわかりません。スマホで両社のホームページを見ると中身はほぼ一緒です。ただダブル会員になるとコンサートの申し込みが早くできるというそれだけの理由で私はなりました。ファンクラブからは一応こういうものは送られてきました。こちらをご覧ください。で、ここにはですね TWICE Japan オフィシャルファンクラブと書いてあるので、年会員に対するおまけだと思います。開放ってやつでしょうか。表表紙はこんな感じ、そして裏表紙はこんな感じとなってます。中は残念ながらお見せすることはできません。代わりに私の表情で中を想像してみてください。わお。ちょっとこれまずいっしょ。これやばいっしょ。なまらまずいっしょ。という内容となってます。で、今のところファンクラブの更新は考えていません。今回1回のコンサートのために入会しました。なのでモバイル会員もコンサートが終わったら退会します。で、結局 TWICE のコンサートに行くだけで今現在までにかかったお金の合計金額はズバリ 58,780 円となってます。この他にも札幌から新千歳空港までの交通費や東京都内の交通費、そして滞在期間中に食べる美味しい食べ物などの飲食代も当然かかります。で、今回私が東京で食べたいものが2つありまして、まず1つ目が玉秀の親子丼、そして2つ目が神倉のラーメン。これは昔テレビで見てどちらも食べてみたいなと思っていたものです。それに夜の街で遊ぶお金もかかります。どうしてくれるんですか？そこで私はこれだけのお金を用意しました。ご覧ください。
現生で30万円。これだけあれば美味しいものが食べられてできるのではないでしょうか。もちろんあくまで TWICE のコンサートがメインとなっております。で、今日は皆さんにお話ししたかったのは2つありまして、まず1つ目はコンサートの座席が決まりました。東京ドーム正式名称ビッグエッグでの私の座席です。コンサートの1週間前の先日、そのシステム代880円のサイトから座席が決まりましたとメールが届きました。こちらをご覧ください。これはビッグエッグでコンサートが行われる際の座席表の見本です。今回の TWICE のコンサートの正式な座席表ではなく、あくまで見本です。で、これをもとに座席表の評価を Twitter に載せた方がいました。それがこちら。そりゃあね、アリーナは最高ですよ。すべての人の望む場所、それがアリーナですね。ただ、アリーナも後方ではあまり良くないよと。そうなると話は変わってきますよね。で、1階スタンド席、案外見やすい。次、バルコニー席、まず見やすい。で、最後、2階席。こちらは傍観者席と書いてあります。そりゃあね、私も一番最初に申し込めるということで、わざわざダブル会になりました。そこまでしたんだから、やはりアリーナを望んじゃいますよね。で、これをもとに私の座席を当てはめてみると、今回私が決まった座席表はこちらになります。結果は1階スタンド席となりました。で、正直最初にこの結果を見たとき、アリーナじゃないのかとかなり落胆しました。はい。でも Twitter で他の方のつぶやきを見てみると、ダブル会員でも2階席になりましたという人が結構いました。で、先ほどの画像をもう一度見ていただきますと、1階席って案外見やすいって書いてます。アリーナって床がフラットだから、いくらステージの高さが高かったとしても、前の席に空城城太郎のような身長195センチの大男が立たれたらもう見えませんよ。それに比べて内野席は傾斜があるから見やすさはあると思います。それにもしその中央にステージがつく場合もあるじゃないですか。そうなったらもっと近くで TWICE を見られるかもしれません。ある方は日本国内にダブル会員は10万人いると言ってました。本当かどうかは知りませんが。で、ビッグエッグの収容人数が5万人としたら、チケットが取れただけでもよしと思わなければならないかもしれません。だから今は内野席で良かったと思っております。で、もう一つお話ししたかったことの2つ目が、ファンクラブのサイトでグッズを買いました。まあコンサートグッズですね。それがこちらになります。まだ開封していないので、これから開封したいと思います。では、私が買ったものを紹介します。まず一つ目は T シャツでございます。どうですか？見てください。で、3という文字、今回のツアーがワールドツアー3、3回目のワールドツアーということで、3回目という金で、金文字が書かれてます。その、なんていうんでしょう、画面で、スマホの画面で見るより結構キンしている文字です。で、サイトをご覧になった方は皆さんご存知だと思うんですけども、この売られてた T シャツってこれ1種類、ワンパターンしかなかったんですよ。はい。私としてはもっとポップな可愛らしい T シャツを買いたかったんですけど、これしかなかったんですよ。で、そのサイトからお知らせメールが来た時、私あんまりよく読んでなかったんですよ。で、数時間してからちゃんとメールを読んで、そのグッズのサイトに飛んだら、
もうこの T シャツが完売してたんですよ。みたいな。ほんとちゃんとメールを見ておけばよかったと後悔しました。なんて言うんでしょう。人って品切れするとむしろ欲しくなるじゃないですか。もうこの T シャツを着てコンサートに行きたかったなと激しく後悔しました。しかも私が行くのは初日だから、それにこの T シャツを着ていけば、こいつやるなみたいな、そういう目で周りから見られると思って激しく後悔しました。で、諦めきれずに翌日もう一度グッズのサイトを見に行ったら、なんと T シャツが売られてたんですよ。今度はそこで買いに行きました。はい。そして買ったものの2つ目、それがマフラータオルでございます。このビローンって長いです。こういうやつ、こういうマフラータオルでございます。で、マフラータオルは3種類ぐらいあったんですよ。3種類ぐらいあって、私が買ったこのやつが後日もう一回サイトを見に行ったら一番最初に品切れしてました。なので私はグッドチョイス。そして買ったものの最後3つ目、それがうちわでございます。しかも2人分。まず1人目がこちら、サナでございます。そして2人目がモモでございます。ナイスですね。ということで、私が買ったグッズは以上になります。ちなみに今回私が買ったグッズの値段をお伝えしますと、T シャツ3600円、マフラータオル2000円、うちわ1枚600円、送料800円、合計7600円となっております。このうちわが1枚600円。通常のうちわから比べたら二回りも大きいですし、600円？じゃあですね、実際これらを身につけるとこんな感じになります。せーの。どうです？これが TWICE のコンサートの清掃です。似合ってますか？ちなみに TWICE グッズを買ったのは今回のこれが初めてです。48歳にしてTWICE にハマる派遣社員。いやー、それにしてもテンション上がりますね。もうね、なんだったらもう新千歳空港からこの格好で行きたいぐらいですよ。いや、行きます。もちろん帰りも。はい。ということで、私は今週末の TWICE のコンサートを楽しんでいきたいと思います。そのついでに東京の暑いよりも楽しんでいきたいと思います。もしこんな TWICE 好きのハケの親父に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、東京でお会いしましょう。